ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、アメリカ発ウクライナ関連の機密情報が大量に流出しているということを以前お伝えしました。例えば、ウクライナ軍の配置がどうなのか、訓練がいつ頃終わるのか、どのような兵器がどの部隊に配置されるのか、そしてウクライナ軍が現在のまま対空ミサイルを使い続けると、4月5月においては対空ミサイルが底をつく可能性すらある。そのような内容として伝えられるものでした。その後、機密情報はウクライナ関連だけではなく、各国の動きなどについても、アメリカが諜報活動を巡らしていたといった内容なども様々取り上げられました。例えば、エジプトが秘密裏にロシア側にロケット弾などを提供する可能性があるといった話や、韓国が大量に砲弾を持っていることから、アメリカがもしも韓国に対して砲弾の直接的なウクライナへの供与を求めてきたらどうだろうというような話し合いを韓国国内で行っているところ、アメリカが盗聴していたといったような話なども出てきました。その後、一体これがどこからの情報なのかといったことが話題になったのですが、情報の流出元はヨーロッパではなくアメリカであるということが分かってきました。そしてようやくその犯人が見つかったのです。今回の動画ではどのようなことから情報が流出したのか、そして情報が流出することによって少し勘違いも広まってしまったので、そのあたりの解説を行っていこうと思います。まずは犯人逮捕のニュースからいきましょう。機密文書流出、21歳の空軍州兵の身柄拘束。アメリカ政府の機密文書が流出した問題をめぐって、司法省は21歳の空軍州兵の身柄を拘束したと発表しました。アメリカの主要メディアは、この州兵について、軍の情報部門に所属する男だと伝えています。この問題は、ロシアによるウクライナ侵攻などをめぐるアメリカ政府の機密文書とされる画像が SNS 上で拡散しているものです。ガーランド司法長官は会見を開き、アメリカ政府の国防に関わる機密情報の流出に関与したとして、空軍州兵のジャック・テシェイラ隊員の身柄を拘束したと発表しました。こちらの写真が今回逮捕されたテシェイラ氏です。年齢は21歳と若かったのですが、情報部門においてセキュリティクリアンス等の一応審査を受けた上で、機密情報にアクセスできる権限を持っていたそうです。また、FBI はこの隊員について21歳だと発表し、アメリカの主要メディアは東部マサチューセッツ州の基地の情報部門に所属する男だと伝えています。この隊員は Discord というオンラインサービス上に作られた招待制でおよそ20人が加わるチャットグループに機密文書の内容や画像を去年から投稿していたとしています。投稿は100件を超え、その後別の SNS などに拡散されていったということです。これに先立ってアメリカのバイデン大統領は訪問先のアイルランドで記者団に対し、機密文書が流出したことについて、流出が起きてしまったことは懸念しているが、重大な結果につながるようなものはないと見られると述べ、現時点では深刻な影響はないという見方を示しました。現在のところ機密情報の流出元はこの人物であろうとほぼ断定されたような状態で、他に新たな犯人が出てくるという可能性は少ないのではないかと言われています。まず第一にここからわかることなのですが、いわゆるロシアのスパイ活動の結果として機密情報が流出したわけではなさそうだという点です。例えばアメリカの国防総省ペンタゴンに対してロシアのハッカーが侵入して内部情報をどんどんと引きずり出してきた結果として機密情報が流出したといったような性格の類ではなさそうなのです。結局のところどこからやってきたのかというのを順番に辿っていくとどうやらスパイ等ではなく単純な話として内部の人間が中から持ち出した情報がどんどんとインターネット上で拡散してしまったというわけです。ただしここで気をつけなければならないポイントは、そもそも逮捕された人物は公開されたインターネット上に情報を出したわけではなく、自分では閉じた世界だと思っているチャットグループの中で情報をみんなに見せていたというのです。おおよそ25人ぐらいのチャットグループの中において世の中ではこんなことになっているんだよみたいないわゆる兄貴分的な感じで参加メンバーに対して機密情報を見せながら世の中の動きはこうなっているんだ、アメリカの動きはこうなっているんだ、ウクライナの動きはこうしているんだみたいなことを解説していたわけです。ただしものすごく単純なことですが、これは情報がいくらでも外に出てしまう非常に稚拙な行為でもあります。例えば、日本国内においてもバカッターと呼ばれるような人たちがいます。
例えば飲食店で何か唾をつけたりであるとか汚い行為や、見つからないだろうと思って、もしくは仲間内だとなんか面白いかなと思って迷惑行為をしてしまう。ただし最初の撮影においては友達の中だけで共有しているつもり。けれども友達の中の誰かがこんなバカなことをしていると一旦インターネット上に転載すれば、それを元にして大炎上してしまうといったようなものと全く同じような形で、チャットグループのわずかな人数だけに見せているつもりでも、参加している人たちがこれ結構面白いなと思って資料をどんどんと他の SNS 上に転載すれば、あっという間にそれが世界へと広がっていったというわけです。なお、この段階で気をつけなければならないのは、元々の情報というものは容疑者が写真撮影をしたものですから、基本的にはオリジナルの情報をそのままチャットグループ内では共有していました。しかし、そこから転載して一旦インターネット上の広い海に広がってしまうと、そこからは情報の書き換え、捏造といったものが簡単にできるようになります。ですから、元の情報とその後の拡散した情報には差があります。例えば、ウクライナ軍とロシア軍の死傷者の数については、元の数とその後の加工においては全く異なる要素があります。元の情報だと、ウクライナ軍の戦死者数1に対して、ロシア軍の戦死者数は 2.5 倍程度あるというふうに書かれています。ところが、加工された後の情報においては、これが全く異なっていて、ウクライナ軍の被害は10倍以上という形になっています。ロシア軍の死傷者数はずっと少なくされており、ロシア側のプロパガンダ、現在のウクライナの戦場においては、ウクライナ軍はもうとっくの昔に全滅していて、今は NATO 軍が戦場で戦っているんだというプロパガンダに沿った形での数字の加工が行われています。ですからこれはインターネット上に出た後の加工の部分であって、決してオリジナルの数字ではありません。その点についてはご注意ください。そして以前この機密情報が出てきたタイミングが非常におかしいなということを私は言いました。それはウクライナ軍が春の反攻作戦を行うにあたっては、機密情報を握っているぞということをわざわざ言わない方が良かったわけです。黙ったままでどこの地点にいつ攻撃してくるかといったことを対策していれば、ウクライナ軍の春の反攻作戦に大打撃を与えることが可能だったわけです。その点について非常に奇妙だなと思うと同時に、ロシアのスパイだったらそのぐらい間抜けなことをしても、おかしくないのかなと思わせるものがありました。今回このような事実がわかることによって、いわゆる意図としては別にどのタイミングでみんなに広がるかといったことを考えていたわけではなかったのです。このようなことからもロシアのスパイではなく、いわゆる政治的な意図を持たない内部犯行でしたよという話には非常に辻褄が合うものです。ちなみに今回の背景には鹿をつけているのですが、これには理由があります。少し前の動画においては奈良の東大寺の背景を持ってきたのですが、それ関連で鹿をつけました。しかし日本人であれば馬と鹿が並んでいれば大体どのような話かなというのを想像がつくものです。今回の犯人も軍に所属していて IT 部門の担当職員だったということで機密情報にアクセスすることができました。しかし IT 技術者としての技量があったとしても、その考え方、その行動には残念ながらバカな面があったとしか言いようがありません。チャットグループに情報を出した段階において、そこから外に漏れ出ることは非常に簡単だったということもわからなかったのかと、ちょっとツッコミを入れたくなるわけですが、そのような狭いグループの中でみんなからチヤホヤされる中で、もっと情報をみんなに出そうという思いがどんどんと高まっていた可能性があります。ちなみにバイデン大統領はこの機密情報の流出に関して、大した影響はないだろうみたいなことを言っていたようなのですが、これは明らかに誤りです。流出した機密情報の中には、他の国に対する諜報活動をせっせとやっていることがわかる、そのような内容も含まれていますし、また、戦っているウクライナから情報が漏れるのではなく、その第三国からウクライナ関連の機密情報がどんどんと出てきてしまうというのは、緊張感が足りないのかみたいな話にもなるわけです。機密情報にアクセスできる人物をちゃんと絞り込もうという話から、セキュリティクリアランスという制度をもってして事前に審査していた。しかしその制度の緩さといったものが今回問題になっています。日本においてもセキュリティクリアランスの制度を取り入れようという動きはようやく少し始まっているので、今回の流出事件にも見られるようなどのような点に問題があったかをちゃんと
検証した上で、セキュリティクリアランスの制度を日本に導入するときのその参考にすると良いでしょう。しかし、制度を作ったからといって完璧に機密情報を守れるわけではありません。しかし、完璧に守れないからといってザルにして良いわけではないので、今回の事件をもってしてセキュリティクリアランスの制度なんて全く無意味だみたいな話にはならないようにしなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。アメリカにおいて機密情報の流出事件が発生しました。その機密情報が盗み出されてしまったのは外部からのハッカーやスパイの活動ではありませんでした。内部犯行です。しかも情報を持ち出したその理由というのもインターネット上の小さいグループの中で自分は物知りなんだよ、そしてみんなにももっと情報を知ってほしいといったような、ある意味承認欲求などに近いものやもしくは親切心だったかもしれません。世界を駆け巡った機密情報の流出事件といった話だったわけですが、案外原因というものはどこの国でも起こり得るような話だったのかなと私は思いました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。